はい、セリカさんです。今回は初めてクリアガンプラにラップ塗装をしたい方向けに水性スプレーでの簡単なやり方を紹介します。水性スプレーなら匂いとか気にしないで塗装できるので初めての人でも挑戦しやすいです。それでは早速やっていきましょう。動画冒頭にも少し映しましたが、今回はマスターグレード100式メカニカルクリアにラップ塗装をしていきます。水性のゴールドスプレーを使うので単純に100式を選びました。このガンプラは外装が全部透明のクリアパーツで内部フレームが見えるようになっています。この100式に100円ショップのプラモマーカーで塗装した動画もあるので、気になったら概要欄のリンクからご視聴お願いします。それじゃあガンプラを分解して塗装していきます。塗装の順番は塗装用のラップを準備、パーツ裏面にゴールドを塗装、パーツ裏面にブラックを塗装が大まかな流れです。今は最初の塗装用のラップを準備しているところです。ラップは100円ショップのもので十分で、映像に映っているものも100円ショップで買ったラップです。ラップを取り出したら小さく丸めます。小さく丸めたらラップをマスキングテープとかで固定します。映像ではマスキングテープを使っていますが、ラップの形状を固定できれば何を使っても大丈夫です。ラップ全体をテープで覆ったら意味がないので、ラップが半分くらい露出するところで固定します。塗装している途中で形状が崩れるので、5個ぐらい一気に作っておいた方が後々楽になります。塗装用のラップができたら紙コップとかにスプレーの塗料を取り出します。年末の掃除でこのゴールドスプレーが出てきたのでもったいないから使うことにしました。拭き返しがあるので手袋はした方がいいです。ここからが本当に重要な作業をしていきます。塗料を取り出したらラップに塗料をつけてパーツに塗装していきます。パーツに叩くように塗装するだけなので初めてでも簡単です。ラップが小さいのでピンセットでつまみながらやると作業しやすいです。もし失敗しても後で塗料の落とし方を解説するので気楽にやりましょう。小さいパーツやラップが入らないところは筆で塗装します。ある程度塗装できればいいので雑にやっていいです。筆も100円ショップのもので十分なのでわざわざ高い筆を使う必要はないです。筆の洗浄はマジックリンで塗料を落として水できれいにするだけです。水だけでもある程度はきれいになりますが、マジックリンを使った方がより塗料が落ちます。あまり長時間洗浄しないで塗装すると落ちにくくなるので、こまめに洗浄した方がいいです。ゴールドを塗装したら黒いものを裏面に置いて最終的にどんな見た目になりそうか確認します。この後はこの裏面にブラックを塗装するので、疑似的に見た目を予想することができます。もし気に入らなかったらこの段階で塗料を落とした方が楽です。塗料の落とし方はブラックを塗装した後に解説します。次にブラックを塗装します。やり方は筆でパーツの裏面のゴールドが隠れるまで塗装するだけです。筆ムラとか気にしないでガンガン塗装してください。ブラックもスプレーを使っているので、ゴールドスプレーと同様に紙コップに中身を出してから筆で作業しています。あとはどんな見た目になったか確認して終わりです。このままでも十分ですが、さらに一手間加えて簡単に見栄えを良くする方法を解説していきます。パーツ裏面を塗装するとダボ穴が目立つので、パーツ表面からダボ穴部分をブラックで塗装して見えないようにします。普通なら目立ちますが、ラップ塗装のおかげで見た目がごちゃごちゃしているので割とごまかせます。近くで見ると分かりますが、遠くから見てる分には分からないです。ブラックだけだと心配なら少しゴールドを塗装してもいいです。ここら辺は好みの問題なので好きなようにやってください。ダボ穴以外でも気になるところがあったらこのようにして隠せます。次に塗料の落とし方を解説します。塗料の落とし方は大事なのでしっかり解説します。やり方は簡単で、マジックリンの中にパーツを入れて放置するだけです。容器の形状によりますが、傾けるなどしてパーツがマジックリンに浸かるようにしてください。あとはこの状態で放置します。マジックリンの消費が多いので水で薄めたくなりますが、早く落としたいなら原液を使った方がいいです。1時間ぐらい放置したらこんなに真っ黒になっていました。細かいゴールドが残っていますが、ほとんど塗料が落ちています。再度裏面にラップ塗装をするので、ある程度落ちていれば問題ないです。もししっかり塗料を落としたいなら、もう一度新しいマジックリンの中に入れておけば勝手に落ちます。ある程度塗料が落ちたら水でパーツについたマジックリンを落とします。映像では容器でやっていますが、ザルとかに入れてシャワーで洗った方が楽です。動画で説明するためにこのようにしているだけです。ここまでやったらまたゴールドからラップ塗装をしましょう。汚いマジックリンは新聞紙に吸わせて捨てました。スプレーの注意書きにも塗料は新聞紙とかに吸わせて一般ゴミで捨ててくださいと書いてあるのでこのようにしました。塗装するときは塗料の処理が少し面倒なのが難点です。塗装が終わったらある程度組み立ててトップコートをしていきます。今回はスプレーでしますが、面倒なら全部組み立ててからでもいいと思います。トップコートはカインズのクリアを使いました。容量も多いので気兼ねなく使えて便利です。カインズのクリアを使った実験もしているのでコメント欄にリンクを載せておきます。トップコートが乾いたら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。簡単に見た目を確認していきます。今回は全部のパーツをゴールドとブラックでラップ塗装をしました。100式本来の配色とは違いますが、実験も兼ねているのでとりあえず全部同じようにやりました。また動画の最
最後に7色のクリア下敷きでの実験結果があるので、色付きクリアパーツにラップ塗装をする場合の参考にしてください。今回のラップ塗装では100式特有の金ピカ具合はないですが、また違った派手さがあります。使う塗料によっても見た目が変わるので、色々遊んでみると面白いと思います。パーツ裏面に塗装することで内部のディティールも見えるので、パーツ表面に塗装するのとは違った見た目を楽しめます。最後にクリアカラー下敷きの裏面にラップ塗装をした実験結果を映してこの動画を終わりにします。左がシルバーとブラックでラップ塗装をして、右がゴールドとブラックでラップ塗装をしました。塗装方法は今回説明した手順でやっています。結果は垂れ流すので、必要なところで一時停止して確認してください。全体的にゴールドを使った方はクリアパーツと混ざって違う色になりました。元のクリアパーツを活用するならシルバーが無難です。もちろん色が変わることを見越してゴールドを使うのもいいと思います。唯一同じような見た目になったのがレッドですが、実物を見るとやっぱりゴールドの方が気持ち暗いような見た目でした。やっぱりゴールドは透明のクリアパーツに塗装した方が最初は安全だと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。このチャンネルではガンプラでいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。